いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はちょっといつもと趣向を変えて、ライブともまたちょっと違うんですけど、皆さんとゆっくりおしゃべりをするような動画にしたいかなと思って動画を回しています。でね、ぜひ皆さんも手芸とか、模型も作ってる人いると思いますし、あとは家事とかね、そういう作業をしながら見たり聞いたりしてくださると嬉しいです。でね、今回ね、どうしてこういうおしゃべりするような動画を撮ろうと思ったかっていうと、サリーのチャンネル開設してからまだ半年ぐらいかなだし、タンサックさんのチャンネルの方でスヌーピーの刺繍を始めてからもまだ1年は経ってないと思うんですけど、やっぱりね、サリーなりに2022年を振り返ってみて、サリーの中の一大イベントとしてはこの YouTube を始めたことだし、やっぱりそれもつい先日登録者さんが300人達成したっていうところもあって、すごいいつもコメントくださる方とかだけじゃなくて、本当に皆さんに支えられてるなっていうところを、ここまで続けられたのってすごい皆さんに支えられてるなっていうところをすごく実感したし、その気持ちをちょっとサリーなりに伝えたいなと思って動画を回しています。今も軽くちょっとお話しさせていただいたんですけど、間違えたでね300人先日達成したんですけど、それまで200人突破してからがちょっと悩むというか、あんまり自信がなくなっちゃってた時期でもあったので、本当にね、300人行く寸前でちょっとブレーキかかったりとかして、気分的にちょっと落ち込んでいた時期でもあったので、すごく余計にというか、このサリーが300人達成したっていう風に気づく前にコメントで先にお祝いしてくださったりとか、あとね、ツイッターとかの方でもおめでとうって言ってくれたりする方とかもいて、すごくそれが嬉しかったし、そのお祝い言ってくださった方だけじゃなくって、本当に登録してくださってる方、いつも見てくださってる方がいてくれるから、ここまで今動画40本50本いかないぐらい投稿してると思うんですけど、ここまで頑張ってこれたかなと思っています。でね、最初はサリーのチャンネルの方は週1ぐらいしかちょっと頑張ってもできないなって思ってたんですけど、今だと週3ペースになってきて、でね、できればね、その1日ごとに1日おきに更新したいなっていうところの最終目標はあるんですけど、最終はできればタンサックさんみたいに最低1日1本あげたいっていうのはね、野望として持ってるんですけど、やっぱり手芸作るのって結構時間がどうしてもかかっちゃうので、今のサリーのペースだと難しいかなって思ってるのが正直なところです。なので来年の目標になっちゃうかな。来年の目標は
1日おきに更新できるようにするが目標です。皆さんどうですか？来年の抱負とか目標とかってもう決めてますか？今ね、撮影してるのが12月の半ば差し掛かるかなぐらいなんですけど、でね、実はこの間の12月の11日でもう話すごい変わっちゃうんですけど、うちのね愛犬のパンちゃんがお誕生日を迎えて1歳になったんですよ。このチャンネルを始めた頃はまだパンちゃん飼う前で、サリーのチャンネルを開設した頃にはもういたのかな。4月の、末ぐらいにうちに来て、もう最初はね、もうピー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 おもちゃで遊んでるところがマイクに入っちゃったりとかしてたんですけど、最近はね、なんか撮影するとおとなしくなるというか、その時間遊んでくれないって分かってるからか、もう寝ちゃうようになってて、やっぱね、ワンちゃんとか猫ちゃんとかペット飼ってる皆さんわかると思うんですけど、すごい可愛いですよね。毎日パンちゃんとね遊ぶ時間が癒しだし、カメラのねファイル iPhone のその写真のところが手芸3割パンちゃん7割みたいな感じ。手芸2割パンちゃん7割その他1割あるかどうかみたいな感じになっちゃってますね。でね、誕生日つながりでいくとね、サリーの誕生日がタンサックさんのところのロマンちゃんと同じ誕生日なの。ちょっとね、個人的にタンサックさんには特に言ってないんだけど、個人的に運命感じている。そうなの、すごい勝手に運命をね感じてるんだ。そうだ。でね、今ね作ってるのがこのクリスマスツリーの刺し子なんですけど、これね今まだこんな感じなので、編集がクリスマスに間に合うかちょっと不安なんだよな。大丈夫かな。なんとか間に合わせたいとは思ってるんですけど、ちょっと間に合わなかったらどうしよう、1年寝かせようかな。ね、クリスマス終わった後にクリスマスツリーの動画出してもみんな見ないもんね。で、一応ね、今クリスマスのこれホビーラホビールさんの刺し子なんですけど、完成予想図はねこんな感じ、基本こんな感じなので、これにだいぶ近づけるというか、ほぼこれを目指して今頑張ってるところで、年明けにもね刺し子を、これ来年の干支がうさぎさんなので、この干支うさぎっていう図案を刺していこうと思ってます。で、これはちょっとね色を変えようかなと思ってて、多分これ赤と緑なので、この今ちょうど使ってるこの赤とこのツリーに使ってる緑で刺してるっぽいんですけど、なんかうさちゃんはピンクで刺そうかなとか思ったりしてちょっとねまだ何色で刺すか決めてないけど、それもお正月ぐらいに出したいな。三が日明けてすぐぐらいに動画出せたらいいなと思ってるんですけどね。間に合うかどうかはちょっとまだ定かじゃないし、まだねスヌーピーの22号が終わってないんだ。カルトナージュがね終わってなくて、そっちもやらなきゃいけないんだけど、
箱をね温度で乾かしてる間にこれを始めたらちょっとこっちが楽しくなっちゃって、今多分もう乾いたかなと思うんだけど、箱の方がねちょっとねまだこっちやっちゃってるなーっていう感じです。なんかたまにはこういうのんびりお話しするのもサリーはいいなーって思ってるんですけど、皆さんどうですか？いつもの動画の方がいい？なんかこういうのもたまにね配信コメントとか皆さんとお話ししたいなとできれば思っているので、サリーはちょっと今撮影してる感じなんですけど、なんかこういうのよりもやっぱりいつもの作ってるようなのがいいよとか、こういうおしゃべりは特に見ないかなっていう人はコメントでね、今後×とかつけていただけるとちょっと皆さんの意向が分かってサリーは嬉しいかなと思います。逆にねこういうのもたまに見たいなって思ってくださってる方はコメント欄とかに丸とか高評価ボタンとか押しておいていただけると、こういうのもたまにはいいのかなと思うことができるので、ちょっとねそこも皆さんに聞きたいなと思っております。今こんな感じ、だいぶね進んだんだけど、でもやっぱりまだまだな感じがしますね。最初の話題に戻ってもいいですか？ちょっとねその感謝の言葉を改めて口にすることってね少ないと思うというか、伝えたいっていう気持ちはあるんだけどいざお話ししようと思うとなんて言ったらいいのかわかんない。ちょっとね落ち込んでた時期っていうのもあったから、ちょっと暗い話もね入っちゃうかなと思って、そこの話はあんまりみんな聞きたくないかなと思ってするつもりはあんまりないんだけど、それでもすごくねやっぱりタイミングがいいなっていう、そのタイミングの良さに救われたっていうところも実は結構あって、もう本当にやっぱりサリーも登録者数とか再生数とか目標にしてる数字は一応あって、でそれが、今までなんとなく近づいてきてたところが止まっちゃったりとかしてた時期にもう本当にやっぱり落ち込んじゃって、それまでがねちょっとうまくいってたっていうとそれもまた違うんだけど、近づけてる実感があったって言えばいいのかなっていうところから、急にちょっとそうじゃなくなっちゃったっていう日が続いた時に、もう本当に落ち込んじゃって、ちょっと辛いなぁと辛さをね実感してた時に、いつも動画見てますよっていうコメントをねいただいて、でサリーの動画を見てから私も一緒に作ろうかなっていう風に言ってくださる方がちょっとね続いてコメントくれたんですよ。そういうコメントをもらえることが続いて、ちょっとねそこですごいちょっと泣きそうでもねそこでねすごくね勇気をもらえたというか、ちゃんと見てくれてる人がいるんだなーって思ったし、なんて言えばいいのかな、見てくれてる人がいるってすごくやっぱりありがたいことで、やっぱり人って一人だけだと頑張れなくて、でも応援してもらったりとか見てくださってる人がいるからこそ頑張れるっていうところが大いにあるんですよね。ついこの間サッカーとか
やってたと思うんですけど、そういう時もやっぱり応援してくれる人がいるから頑張れるんだみたいなことを選手たちが言ってるの見てて、本当にそうだよなーってすごく実感したんですよね。すごい落ち込んでても、その時にね落ち込んでてもしょうがないなって思ったし、サリーにねできるのはこういう風に自分が手芸楽しんでるところを皆さんと共有することかなと思ったし、あとね成功だけじゃなくって結構悪戦苦闘するところもそこが難しいんだよっていう風に伝わるといいなと思ってるっていうところもあるので、そういう失敗したところもあんまりカットせずに伝えてるつもりではいるかな他の手芸してる方とかってあんまりそういうところは見せないかなと思うんですけど、でもタンサックさんもそうだけど、そこを面白いって言ってくださったりとか、そこを気をつけて作ろうって思ってくださるような方がいると、サリーとしては嬉しいかなと思います。もちろんね、成功してるところも最近は増えてきたのでそういうサスペンスが起こりにくくなってるところもあるかもしれないんですけど、それはそれで楽しんでいただけるといいかなと思っています。でね、今ねこれ紅茶を飲みながら手芸してるんですけど、このね紅茶もね、今日のこれかな、このミックスベリーのカフェインゼロのやつで、これね探索団のアッポンさんからプレゼントしていただいたものですアッポンさんありがとうございます。その他にもね、アッポンさんにはお菓子とかももらってて、まだねたくさん送ってもらったのでまだちょっと残ってるんですよ。毎日少しずつ食べてますで、お菓子で言うと同じくね探索団の石神さんからもプレゼントもらってて、それもねお菓子がたくさん入ってたので、毎日ねその日の気分に合わせてどっちもちょこっとずつ食べてますなのでお菓子には困らないまま年越せそう。多分年を越す頃になくなるかなぐらいの勢いで食べてます。そうだ、探索団っていう名前、登録者さんとか視聴者さんのそういう名前をねサリーのところでもつけたいなと思ってて、何がいいかなってすごい思ってるんですけど、サリーそういうネーミングセンスが全然なくてどうしようで、サリーのさ名前の由来になってるこのねスヌーピーのチャーリー・ブラウンの妹のサリーちゃんがルーシーの弟のライナスのことが好きなんですけど、サリーちゃんはそのねライナスのことをね、私の可愛いバブーちゃんって言うんですよなのでバブーちゃんって呼びたいなーって思う反面、でもバブーちゃんって手芸あんまり関係ないよなーっていう気持ちもあって、ちょっとね決められないまま今に至る。そう、探索団みたいなそういうかっこいい名前サリーも欲しいんだけど皆さんどんな名前がいいですかよかったらアイディアある人はコメント欄で教えていただけると嬉しいです。そう、それで言うとねどんどん出てくる
探索さんのところの万事ましてっていう挨拶あるじゃないですか。島根の方言の。それもね、いいなーって思うんですよ。なんかみんなだけの合言葉じゃないけど、そういう挨拶、サリーも欲しい。サリーも欲しいけど、サリーね、島根っ子じゃなくてね、関東民なので、そういう、方言みたいなのがほとんどないんですよね。全くないわけじゃないんですけど、ほぼほぼね、標準語だし、その横浜なので、横浜のね、やばい、ここ差し忘れてた。どうしよう。ちょっと後で考えよう。そうでね、横浜の方言って、なんかちょっと柄悪いっていうか、普段は、地元の友達とか家族以外だと、普通に標準語をね、意図せず喋ってるし、それが日常というか普通なんですけど、本当にね、中学校とかまでの地元の友達とか、それこそ家族とか、サリーはね、ママが横浜、もともと横浜の人ではないので、サリーママと喋るときはその言葉はあんまり出ないんだけど、弟とかと喋るときは結構方言出るんですよね。ただね、それがね、結構他の人からだと柄悪く聞こえちゃうのかなっていうところがちょっと怖いところで、横浜のね、方言ってべとかだべとかなんですよ。誰が分かりやすいかな。元スマップの中居くん、あの人、湘南の方なので、もうちょっと強いんですけど、あのイメージなので、ちょっとね、他の県民の方からすると、急にサリー柄悪くなったかなって思われるのが、ちょっと、やばい、変なところ刺しちゃった。ちょっと嫌だなぁと思って、なんか柄悪いというか怖いというかね。島根とかさ、あと京都とか有名なところだとザ方言というかみたいな喋り方だと可愛いなーって思うんですけど、標準語にダベとかなのでちょっとなんかそういうのとも違うかなと思っちゃうんですよね。やばい、なんかうまくいかない。こんな感じかな。だし、べとかだべとかしかないから、万事ましてみたいな挨拶もなくって、なんかいい挨拶ないかなとか思ったり。なんかサリーがね、万事ましてっていうのも、妹分だから使ってもいいのかなとも思う反面、でも島根の人じゃないから島根の人に怒られないかなっていうのもちょっとあり。今どこ刺したんだっけここか。ちょっとね、それもね、悩ましいところではあります。多分ほら、イントネーションとかもね、違うし、やっぱね、方言ってネイティブじゃないとやっぱ違うかなと思うんですよね。結構関西の人とかエセ関西弁が許せないとかよく聞くじゃないですか。なんかそういう感じなのかなと、方言ほぼない民としては思っておりますなんかいつもさ、その撮影してて説明してる時以外って結構ね一人で無言でねチクチクしてるんだけど、それも楽しいんだけど、なんかね、こうやっておしゃべりしながらさせるのもなんか初めてやったけどすごく楽しい。本当はね、ライブができればね一番いいなと思うんだけど、そのリアルタイムで
皆さんの反応も見れるので、それがねサリーの理想なんだけど、まだね YouTube さんの方のそのライブやっていいよの規定に達成できてないので、ちょっとまだしばらくはそういうライブみたいなのはできないかなと思ってますのと、ライブやるとしたらやっぱり夜の時間の方が皆さん見やすいのかなって思うんだけど、ちょっとねサリーが夜の時間難しいので、平日とかは特にね、まあライブできるようにいつか近い将来なのかなできるようになっても、なんか週に1回土曜日とかの日中にできるといいなーっていうくらいかなと思っていますなんかこんな感じでぐだぐだ喋ってるだけなんだけど、どうだろうか皆さんどうだろうか。ちょっとねこれから編集とかして何分ぐらいにするかわかんないけど、何分ぐらい、おしゃべり動画は何分ぐらいがいいとかそういうのもあれば教えてもらえると嬉しいなと思いますまたね、なんか今後やるかわかんないけど、やるとしたらその時は Twitter とかインスタの方でおしゃべり動画やろうと思うんですけど、今日は何話そうみたいな、何について話したいですかみたいな、話してほしいですかみたいなアンケートも取ろうかなって思ったりもしてるので、わかんないもしかしたらこれで最初で最後になるかもしれないけど、ちょっとねいろいろね2023年は新しいことやりつつ、できればそのなんだっけ2日に1回1日おきの更新っていうのをやりたいなと思っています。そんなところでこの炎の部分が全部刺せたかな。全部刺せたねよし、なので今回はここら辺くらいにしようかな。あんまり長くてもね見るの大変になっちゃうかなと思うので、今回はここまでにしようと思います。最後までいつも見てくださってありがとうございます。もしよかったらね動画の途中でもちょこちょこお話しさせていただいたんですが、こういうおしゃべり動画今後も見たいかそうじゃないかっていうところとかも丸とか×とかだけでいいのでコメントくださると嬉しいですし、なんかコメントとかテレビとかで見てるとそういうのするの難しかったりもするので、そういった方はね、もしなんかこういうおしゃべり動画もたまにはいいんじゃないって思ってくださったら、もしよかったら高評価ボタンとか押していただけると嬉しいです。本当にこの間300人達成した時にすごく実感したというか、そのちょっと前から実感していることではあるんですけど、もう本当に皆さんのチャンネル登録だとかコメントだとか高評価ボタンだとかに支えられて、こういうチャンネル、とりあえずまだサリーチャンネルとしては半年なんですけど頑張ってこれているので、ぜひそういうのをしていただけると励みになります。とても嬉しいです。で、今やってるような刺し子の動画とか、ここに映ってるつまみ細工とかいろんな手芸をサリーの動画では配信していますので、もしよかったらねそちらの動画も見てみていただけると嬉しいです。それではまた次のサリーの動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てねー。